どうもビースパイスインクです。今回は鶏もも肉のひき肉と大葉を使ったキーマカレーです。ふっくらとした食感でしっかりと旨味のある鶏ミンチに爽やかな風味のスパイスたちと大葉、しっかりとした辛みも効いてパクパクと食べる手が進んでしまうカレーです。最近暑くなってきましたが、暑い日こそカレーでスパイスの栄養をとって体力回復させようと思います。まずは下ごしらえからです。大葉と唐辛子を小さく切っておきます。玉ねぎはみじん切りにします。最近玉ねぎの価格が倍ぐらいになってますね。カレー好きとしてはもちろんジャンル問わずどんな料理にも使えるし、安いし、めちゃくちゃ頼っていた分辛いところです。下ごしらえが終わったらフライパンに油をひいてホールスパイスを加熱します。今回使うホールスパイスはカルダモン、シナモン、クミンです。まずは香りが出るのに時間がかかるカルダモンとシナモンから加熱していきます。弱火でじっくりと加熱して油にスパイスの香りを移していきます。こうすることで香味油となって美味しい油で食材を調理できます。香りが出てきてカルダモンもぷっくりと膨らんでいたらクミンを加えます。クミンはすぐに香りが出やすく焦げやすいので注意しながら加熱していきます。クミンの香りが出てきたら玉ねぎを投入します。全体に油を回したらあまり触らずに焼き色をつけていきます。たまに混ぜながら焦げそうになったら水を加えてあげて、また焼き色をつけていきます。これを全体が茶色くなるまで繰り返していきます。玉ねぎが茶色く色づいてきたらニンニクと生姜を加えます。青臭い香りが飛ぶように軽く炒めます。青臭さがなくなったら次はトマト缶を加えます。しっかりと炒めて水分を飛ばします。トマトの嫌な酸味をなくすために水分がなくなって油がにじんで高温の油で炒められている状態にするのが大事です。しっかりと炒められたら一度火を切ってパウダースパイスを加えます。今回はコリアンダー、チリ、フェンネル、ブラックペッパーと一緒に塩も加えています。パウダースパイスを加えたら弱火をつけて焦げないように気をつけながら全体を混ぜて炒めます。粉気がなくなっていい香りが立ってきたら OK です。青唐辛子を加えます。軽く混ぜたら鶏もものミンチを加えます。表面全体が白っぽくなるように混ぜながら炒めます。炒まったら水を加えて煮込みます。沸くまでは強火にしておいて全体を混ぜていきます。5分ほど煮込んだら一度味見をして塩加減を確認します。物足りなければ塩を足して調味します。塩は料理から抜くことはできないので、自信のない時はパウダースパイスの時点で少し控えめにして後から調整するのがおすすめです。味付けが OK なら仕上げに大葉を加えて
全体を混ぜ合わせたら完成です。では盛り付けていきます。今日のご飯はうるち米とバスマティライスの混合ご飯です。1対1で合わせて炊いたものを使っています。バスマティライスの香りはするけど、うるち米のもちもち感も楽しめます。バスマティライスの使う量も減るので、バスマティライスが好きだけどちょっと高価だから一瞬でなくなられたら困るって人にもおすすめです。いただきます。今回も美味しく仕上がりました。鶏もも肉のミンチのふわふわな柔らかい食感と淡白な味わいに、爽やかな大葉の風味や青唐辛子のフレッシュな苦味や辛みがいい感じに効いてます。汁気も重い感じじゃないので、これからの季節にはいいかもしれません。よかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。